どうも、ゴッドフィールドボットです。ということでですね、最近ちょっとガチガチ系の解説実況が続いてたので、たまには緩い動画でもちょっと出してみようかなということで、今回はガチ勢がガチで経典を解説してみた。イエーイということで、経典ってやつがあるんですよ。ここにね、ルールブックあるんですけど、まあ、わかりにくすぎて、初心者が見てもわからない。上級者が見て、やっとわかるぐらいのちょっと不親切なルールブックがあるんですけど、経典の悪口はそこまでだ。まあ、今回はね、上級者が経典をちょっと、まあ、解説ってわけじゃないんですけど、見てね、あれこれ言っていく回にしたいなと思います。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、お待ちしてます。ということで、早速行きましょう。属性ですね、最初。基本的なところはあんまり解説しないんですけど、属性攻撃はね、防御しにくいっていう、そういう性質があるんですけど、闇属性だけ輝きのかけらを、例えばこの竹林鳥にプラスしても、闇属性2になるんじゃなくて、無属性2になってしまうんですね。この闇属性だけは増幅できないっていう、そういうのがあるんですけど、昔はなんかできたような気が、できなかったっけ？まあなんかでも、面白そうですけどね、光属性のプラスカードって今のところ輝きのかけらと流星しかないんで、流星のコストさえ上げてしまえば、闇属性15とかいうバグレベルの攻撃にしても面白そうなんですけど、まあ、今のところはできないんですよね。ちょっと気をつけといた方がいいですよ。まあ属性攻撃は最後、フィニッシャーに、例えば相手の体力が7とかで、属性攻撃を使うときに土属性を使うときだけは気をつけた方がいい。ダイヤモンドソードとかね。なんでかっていうと、相手が夢見る帽子、持ってたときに、こいつはね、切ると、その瞬間に手札のカードが全部、まあ夢状態とはいえ、全部入れ替わってしまうんで、10枚ドローとかになったら、スーパーミラー、太陽の守り、いろいろ負け筋生んじゃうんで、土属性フィニッシュの時は気をつけた方がいいですね。あと、木属性とかでも、土星の指輪のね、餌食になっちゃったりとか、水属性もね、滝とか打って火星の指輪で相打ち取られたりとかすることもあるんで、まあ、結構この辺の属性とかも慣れてきたら、どの属性にどんな強いカードがあるかぐらいは把握しておいて、ケアできるようになると、100戦に1回ぐらいは負け筋消せたりとかできるんで、細かいところですがいいかなと思います。あと、災いですね。よくね、どの災いが一番きついかっていう話をするんですけど、はっきり言って、この半分のね、左と右では別物なんですよね。左っていうのは、もうその HP が基本的にはヤバせになっちゃう。HP に関連してきつくなってくるっていう、こっちで言うと夢が一番きついです。夢がね、一番きついのは回復アイテムも 50% の運ゲーを強いられるっていう、回復しにくいっていうのがめちゃくちゃ夢がきついですかね。逆に暗雲なんかはまあ相手の手札によっては全然痛くも痒くもなかったりとかすることも多いです。霧状態はね、初心者のうちはどうでもいいかなと思うんですけど、上級者になってくるとこの霧も含めた立ち回り、相手がステータス見えないのを利用して両替振って MP ステッキ滝だったり振りに行ったりとか、相手を霧にかけてから守護神をね出されたりとかすると見えないんで出てくるのが、ちょっとその相手守護神出てきてから属性攻撃で倒しに行こうみたいなことができなくなっちゃうんで、相手が上手くなればなるほど結構きつくなる状態上ではあります。先行はまあ言わずもがない闇属性に弱くなったり、でっかい攻撃に弱くなったり、一番きついのは夢かな。夢、先行、でも霧か暗雲かで言えば回復のしやすさが全然違うんで、暗雲霧ですかね。きつい順に言うと。で、こっちはその順位つけるとかじゃなくて、単純に自分の体力との兼ね合いですかね。一番説明しないといけないのは天賦病が、バグレベルの夢と希望と絶望が詰まった状態以上なんで、こいつだけケアしとかないといけないんですけど、よくあるちょっとテクニックとしては、風連打されてる時に、わざと風で回復せずに、熱病までこじらせて、相手に2発撃たせてから、スマイルの貝殻で回復するとか、そういう駆け引きとかよくありますね。これで相手の MP6 余分に削れる。プラス1ターンもらえるんで。あとはそれの派生版として、地獄病まで行ってからハートの貝殻で洗うとか、相手の風を釣ったりとか、そういう行動もあるかなと。その辺はちょっと読み合いというか、卓になってくるかなっていう場面はあります。で、ここはね、5% の確率で悪化してしまうんですけど、悪化するときは悪化するんでね、5% って大体ポケモンの急所より 1% 多いぐらいなんで、結構引くときは引くんで、常に次のターン悪化したらどうしようかなっていうリスクをどれぐらい取るかっていうところまで想定しておくと結構期待値が稼げるいいプレイができるようになるんじゃないかなと思います。ちなみに乱闘で霧状態の時に霧の中からカードを使う時に相手を選べなくなるっていう仕様があって、これがね地味に面白くて場を荒らすめちゃくちゃな要素になったりするんでいい仕様だなと思いました。もう一つ解説するとしたら、霧とか先行とかって消費 MP が3なんですよね。奇跡のところで解説しようと思うんですけど、この辺は当たらなくても打つ効果がなくても反射圏をキープしたりとか、あとはワンドとかをねキープしてもっとプラス系の攻撃引いたりとか、いろいろショート M キープとかもできるんで、カード保存的な意味合いで MP3 を消費して一旦遅らせるみたいな使い方もできます。はい、じゃあ取引に行きましょうか。ステルはね難しいんですけど、ゴッドフィールドの手札って18枚あるんですよね。PC 版だったら上が9枚 ×2 列、スマホ版だったら6枚 ×3 列あるんですけど、私が使うときは財宝連打とかね、あと祈るとか
祈るか奇跡を連打してて、手札が多くなってだいたい17枚になった時に捨てるようにしてます。18枚になって相手にもしウルをされた時に19枚になっちゃうんですけど、手札18枚までしかないんで1枚ランダムで消えちゃうんですよね。溢れて消えるんですけど、その時はすでに使ってる予定してある奇跡もその対象になるんで、思わぬ負け筋だったり勝ち筋逃しをしてしまうことがあるんで、捨てるは手札が17枚になった時に使っておくと安定するかなと思います。あと捨てすぎるとね、この上手い人は捨てるに合わせて買うを合わせられると、残しておきたいカード、すなわちいいカードが買われる可能性が格段にアップする。なんで、そこはちょっと捨てすぎにも注意。逆にちまちま捨ててたら無駄行動が多くなって負け筋を生んでしまうことにもなるんで、この捨てるはまあ大体、3枚から5枚ぐらいペペって切るのがいいかなと思います。ちなみに週末の時は捧げるっていうバージョンがあるんですけど、そのカードを捨てた分だけ新しくドローを引けるんですよね。いいじゃんと思うかもしれないんですけど、週末の時っていうのは 25% の確率、カード1枚につき4分の1の確率でこいつらが出てくるんですよね。恵みの妖精はプラスなんですけど、他のカードは 20% の確率、要は手札を引いたら5分の1の確率でなんか出てくるんですよね、こいつらが。そうすると結構きついんで、1枚ずつ捨てて悪魔を呼ばないようにするっていう陰キャプレイができないように強制的にドローさせられるっていう仕様になってるのかなと。この3枚は冷凍2000円の道っていうシリーズでも解説してるんで、よかったら再生リストの方から見ていただくと嬉しいんですが、例えば返し手札で両替と滝が入った時に、滝はだいたい MP12 なんで、じゃあ開始 HP40 だから、じゃあ24両替で MP に振ればいいんじゃないかなと思うんですけど、そうしたら大体ハートの貝殻とかよくあるのが15円のカードを売られてしまうことがあって、じゃあ 24-15 で9しか残らないんで、滝を一発も打てずに上から買うで滝買われたりとかきつくなっちゃうんで、相手の売るまで計算して予測して両替を振ることが大事になってくるんじゃないかなと思います。だからさっきの滝を2発打ちたいのであれば、24プラス15で39振っておくことによって15円売りされても2発打てるように。2回目の売るは耐えられないんですけど、そこまではちょっとケアしてると今度は体力が薄くなっちゃうんで、滝を2発打てるように15円売りから2発で、相手が打ってこなかったら3発打てるんでね、そうするとすごい広い範囲で相手をキルすることができるんで、最近はというか上級者はみんな両替は相手の売るまでケアしてポイントに振ることが多いですね。あとは体力のラインをちゃんと31以上に残しておくっていうのが非常に大事かなと思います。これも後で触れたいかなこの動画何時間になるのか分かんないけど、危ない記念はね、相手が持ってる可能性、小手弓を持ってる可能性あるんですけど、この2枚は両方とも、攻撃力が30なんですね。なんで、31以上体力を残しておくことによって、ケアをできるということになりますね。あとはワンドとかも、基本的には攻撃力だいたい30前後ぐらいが多いんで、40いかないぐらい、30代で止まることが多いんで、弱めのワンドをケアすることができたりするんで、神の剣とかも攻撃力30なんで、この辺のカードを包括的に、いわばざっくりケアすることができるんで、体力31以上に両替するっていうのは、中級者以上であれば鉄則、ぜひ覚えておきたいポイントではあります。で、売るは、その相手の MP とかお金とかを削りたいときに売ることが多いんですが、一番使うのは相手が両替してきたタイミングですね。相手が両替してきたタイミングで売るを合わせに行く。最近は結構工夫して使うようにしてます。2パターンあって、一つは、こういう精霊系だったり20円のカード、美しいガラス細工とかをなるべくキープしておいて、相手はその15までしか対策してこないんで、逆に逆手にとって、さっきで言えば39残しておいて、先を2発打ちたい相手に20円売りつけることによって19なんで1発しか打てなくなっちゃうんですね。っていう風に相手のプランを崩壊させることができるんで、高めのカードを残して、なるべく引っ張るっていうのをちょっと意識してます。で、もう一つは、なかなか高めのカードって入ってこないんで、ここ相手両替してきそうだなとか、相手もう奇跡が見えてる状態でね、固定されてる状態で、次の両替に備えて早めに1枚15円だったり10円の売るを仕掛けておくことによって相手に楽に両替させない、相手の両替を牽制する形で売るを通していくみたいなことも最近はよくやったりしてます。効果があるかどうかはわかんないんですけど。で、もう一つ補足としては、その相手が例えば財宝連打とかしてきて、手札17枚じゃなくて18枚まで甘えてきた時に、相手の手札の枚数を数えといて、そこの18枚の時に売るを合わせるみたいなことは結構やりますね。これは多分ランカー上位ぐらいしかやってこないんですけど、ありますね。ちなみに私も18枚になったタイミングで売ってくる相手にあったんですけど、その時はそんなにいいカードがなくて、危ない薄が手札にあったんで、あえて18枚にして、相手にウルを合わせてもらって、このウルを早めに消費してもらうとともに、危ない薄捨てれたらいいなみたいな。で、あとはウルを釣ることによって、次の自分の危ない薄からの危ない記念みたいなのが成功する確率がちょっと高くなるんで、そういうのを狙ったりするっていう、高度な駆け引きの試合がありました。動画にね、できなかったのが残念。買うですね。買うはもう序盤最強みたいな。ウルが終盤最強だとしたら、買うが序盤最強。で、最近はもう本当に序盤買うがあったら、とりあえず買う振っといたら強いんですよね。スマブラの空 N みたいな。若干強すぎるかなっていう気がします。授かり率こいつらだけで 12% あるんですけど、この2枚の授かり率は下げてもいいんじゃないかなっていう、現在の半分か6割ぐらいにしないとちょっ
強すぎる。一回手札配り直してから買うでトレードするんだったら、それもなんかプレイヤーに余分なストレス与えてるだけなんだから、結局やってることはね、あんまり意味がないんで、なんていう、買う売るは減らしてもいいんじゃないかなっていうのがありました。両替はね、攻撃防御の、起点になるんで、両替が溜まっちゃうリスクがあったとしても、今のパーセントぐらいでいいんじゃないかなと思います。捨てるのところで、邪神と危ない薄はね、捨てても1ダメージ受けるっていうのがよくあるんですけど、危ないキネは捨てられるんで、危ない薄とキネ両方あって、発狂しながら死んでる人昔見たことあるんですけど、危ないキネを捨てれば大丈夫です。ぜひ覚えておくといいかもしれません。で、武器もね、1枚ずつコメントしてたらちょっと日が暮れちゃうんで、印象に残ったカードだけ、銀のコンボを意外と使わない説。銅のコンボよりはいいんですけど、手札に来るとね、いいんですけど、意外と売る展開がないんですよね。10円売りって、もっと優秀な15円売りのハートの貝殻くんがいるんで、もちろん相手がね、武器なさそうな時に差し入れして、強強アドバンテージを取るなんていう使い方もできるんですけど、金のコンボですよね。25。なかなかね、25円売りまでは対応しない方が得なことが多いんで、相手から見ても25円で相手のプランを一気に狂わせることができるってのは超強いですね。で、プラス系の攻撃カードは、吹き矢なんかいらねえと思うかもしれないんですけど、無知と吹き矢で3ダメージなんでね、相手もたくさん防具切れないんで、相手にたくさんドローされるのを防ぎつつ、土星とかも怖くないですし、こっちは2枚ドローできるっていう、最近は吹き矢強くねと思ってます。で、セイバーロッティちゃんはこの地味に10円あるのが嬉しいですよね。持ちポイントもギリギリ、自分も相手もギリギリみたいな時に、その売る素材がなくなることがあるんですよね。ハートの貝殻とかはなくて、みたいな時でもセイバーロットで最後締めたりすることが意外と多くて、その守備力6ももちろん優秀なんですけど、セイバーロットちゃん、お金10円あるの優秀だなっていう風に思うことが多いです。で、ブンブンは、ちょうど昨日か一昨日特殊カードっていうゴッドフィールドウィキに補足を追加したんですけど、強いですね。あと、個人的にはトップ3ぐらいに好きなカード入ってくると思う。しか追加されたのが2018年だったかな。ちょっと最近なんですよね。多分一番新しいカード、ゴッドフィールドの中で。これからもね、こんな感じのカードをぜひ追加してほしいなと思います。ゴッドフィールドってバランスを取る必要がないんで、カード間の。もうとりあえず闇鍋みたいに放り込んでおいて、最後の出しが上手かったら OK なんで、とりあえず入れてみるのはありなんじゃないかなと思います。ノコブンブン、可愛いカードですよ。デザインも好きです。なかなかね、イラストとか用意するの難しいと思うんですけど、ノコブンブンのイラストが供給されたということは、昔からこれを入れることを想定していたか、もしくはアミさんがまだ生きているというこの生存報告をね、宮司の家の地下に監禁されてて必死な絵を描かされている可能性がわずかに増加しているという、そんなことはないと思うんですけどね。トゲベルトとかも結構優秀ですね。トゲベルトの場合はお金は少ないんですけど、相手から攻撃が来て、トゲベルトもついでに切ることによってもう1枚ドローできるっていうところが強いですね。打撃の鉄板は結構防御強いんで、普通に守備力7あったら大体の攻撃一発防げるんで、強いかなと思います。ランダム剣使い方難しいってよくコメントで聞かれます。難しいです。難しいんですけど、当たり前のことを言うと、例えば攻撃が来る。で、それを 50% の確率で相手に、50% の確率で自分になんで、期待値は0にすることができるんですね。違和感があると思うんですけど、理論的にはそうなんですよ。ただ気をつけておかないといけないのは、弾き返した時に相手は防具を切れる。で、弾けなかった時に自分はそれ以上防具を切れない。弾く失敗したからといって、さらにそこから防具を切ることができないんで、基本的にはちょっと不利なんですよね。イメージとしては6割不利ぐらいなんですよね。これがランダム剣弾くよく返ってくるなっていう印象に結びついてるんだと勝手に推測してるんですけど、なんでランダム剣を使う時のコツは、もし失敗したらこの状況やばいかな、失敗してもしゃあないかみたいな、そういう失敗した時のことまで考えて想定して使うとすごくうまくいくことが多いですね。意外とランダム剣の使い方でその人のレート大体分かったりするんで、使い道はしっかり吟味して使うと強いです。もう一つ補足するとすれば、やや初歩的なことなんですけど、こういうゴーストソードみたいな吸収系の攻撃をランダム剣で弾くとほぼほぼ無効化できるよっていう仕様があります。気になる人はウィキ見てください。そうですね。っていう理由でゴーストソードとかはあんまり強くないなって最近は思いますね。結構ランダム剣持たれてる確率高いんですよね。いつの間にか手札に溜まってるみたいな。反射剣とかと組み合わせたら何%だ ?2% あるんで、ちょっとゴーストソードとかは最近は切るときあんまりプラス系と合わせて切らないことが多いですね。むしろゴーストソードを自分に打って自傷回復みたいないうこともできるんで、そういうテクニックを使うことが多いですね。地獄のハサミ強すぎ問題あります。で、その相手の闇属性を防御力5とかで1枚で対策しようとしてる人、地のカーテンで闇属性を対策しようと思ってたら期待値的には仕方ないんですけど、かなり凶悪な感じです。メイヤーは通らないけど地獄のハサミは通るみたいなシチュエーションでよくやられることがあります。で、インチキスペアもね、夢も1回入れると最初の災いで言った通り結構キツキツなんでキツキツになることが多いですね。インチキ最近は防御力しっかり10残すことも増えてきました。この辺のカード全部対策できるんで。はい。反射剣はもう何も言わなくていいですか。手札に来ると最高だし、相手が持ってると最悪なんですけど、この反射剣1枚あることによってかなりその上級者
のプレイングに影響を及ぼしてると思いますね。ぶっちゃけ反射圏がなかったらもっとガンガン殴っていってもいいんじゃないかなって思うシーン結構増えると思うんですけど、この反射圏があることによって属性攻撃からゆっくり入るみたいなプレイングがある程度正当化されてる、期待値が増えてるみたいなところがあって、そういった意味でも偉大なカードだと思いますね。で、1枚ね、相手反射圏切ってきて、よーし、ぶっ込み時来ましたーと思ってぶっ込んだらもう1枚持ってたみたいなボタンとかもよくあるんで、反射圏は常にあると思って、常に相手にあるけど、ここで打つのが期待値高いかなみたいな感じで、これも失敗した時の相手が持ってた時まで想定して動くと、反射圏持たれててもイライラしない。うまくいくことが多いんで、結構この2枚は、常に相手にある可能性を想定しながら、頭の片隅に置きながらプレイしていくとより上手くなれるかなと思います。で、このはね、効果はめちゃくちゃ強いんですけど、奇跡を跳ね返せるんで、ですけど、保存が効かないっていうところがきついかな。防具みたいに置いておけないんで、武器は反射圏もそうなんですよ。最後は使わざるを得ないんで、そういうところがちょっと武器の弱さ。当たり前というか意図的に組まれてるんですけど、あと月光の兜とか鎧とかと比べると見劣りしちゃうかなって感じですね。ちなみに僕は好きなカード、トップ2ぐらいに入ってくるのが恐怖の車輪ですね。このデザインが、車輪を虹色にデザインしようと思ったのが天才ですよね。アミさん、聞いてますか？天才です、あなたは。スパチャさせてください。ぜひ VTuber でデビューしてください。セブンツェイもさっき言ったみたいに、強いんですけど、ただこっちはね、自主的に自分から発動機械を作れるんで、奇跡さえ持ってたら自分で発動機械を選べるんで、マイナスになることは少ないかな。あとは売るが最強ですね。これ20円カードなんで、相手が奇跡持ってなさそうだなと思ったら売って、保存できないっていうところをメリットに変えてしまう。相手に保存させないっていう、そういったプレイングもできると思います。普通に殴っても強いしね。ジャシーンかな。あとは、ジャシーンは、弱いです。はっきり言って。よくね、爪に使えるじゃん。ミラーとか持たれてても、例えば暴れフレイルやったら、ランダム剣とか反射剣とか、スーパーミラーとかで対処されてしまうんですけど、邪神だったら対処されない時があるから、爪には強いって言われることがあるんですけど、どう考えても暴れフレイルの方が期待値高いです。やられたことあるんですけど、スーパーミラー持っててニチャニチャしてたら、最後邪神プラスなんか飛んできて、上から叩き潰されたことあるんですけど、暴れフレイルの方が総合的に見れば、強いですよね。なんならモロぶっ込みアックスとかワンダーソードの方が強いまであるんですけど、あと捨てられないのも地味に痛いという感じで、足の体験は、手札にあるときは、ここで切っといた方がいいかなみたいな。相手がなるべく防御してくれるところで切る方が期待値高いんで、レッセージとかは、自身の体験をどこで使うかっていうのもある程度想定しておかないと、キツキツになってきたりします。で、神剣来ましたね。エンゼルの弓とかも、こいつらワンドとかノコブンブンとかと組み合わせたら意味わからんぐらい火力出るんで、結構残しておくことも多いですね、最近は。エンゼルの弓だったり、プラス系のカード、ちょっと引っ張って、例えば、六角鏡があっても、安易に結びつけない。安易に2枚ドローせずに、ちょっと置いておくみたいなことも、場面とか展開によっては結構ありますね。神剣はマジカルステッキの方がどう考えても神の剣でしょ。こいつ、バケモンレベルに火力出るんで、両替と合わせたらやばすぎる。公衆神殿ごと吹き飛ばせるぐらいの火力出るんで、マジカルステッキの使い方は気をつけたいですね。こいつにまつわるエピソードというか、さっきの、滝打ちに似てるんですけど、ハイパイにマジカルステッキと両替が入ってて、じゃあ MP いくつ振りますかみたいな。僕は最近は39振りを推奨してます。これは39振り振ることによって、相手からの攻撃が来なければ、31あれば、トーテムケアとかもできるんで強いのと、あと39振ってたらね、15円売りで24残るんで MP が。そしたら48で、だいたい48点あったら、ワンチャンワンパンできるかなみたいな。できなくても相当致命傷入るんで結構強かったりします。ただ相手が防具結構多そうな時とかは、初手なんでわかんないんですけど、絶対殺したい時とかは、そうだな、初手だったらその21、49ぶりにすることも最近多いですね。21は1サターンとか大体の強攻撃をケアできるなんで、21ぶりにして、残り全部 MP に振ることによって49振っとくと、ウル来て34なんで68点あったら大体ワンパンできるんで、もう焦点、弓、危ないキネケア切って、21に振ることも多いです。でこの辺の属性攻撃は迷ったら使うみたいな。今日生放送したんですけど、自分に防具が少ない時にどうするかみたいな。例えばこのドラゴンクローとか通常属性でガンガン殴っていくのか、一旦松明つらら木刀とかでお茶濁し進むしていくのか。これはちょっとどっちがいいのかわかんないんですけど、もっと上位の人に書いてもらいましょう。ノートはね。僕は結構この辺でお茶濁しすることが多いですね。そうだ。それで言ったら、この辺の弱い攻撃は、基本的には弱いんですけど、相手が守護神出してきた時は逆に防御しにくい。こいつらに防具切るのロスでかすぎるんで、この辺が結構生きてきたりするんで、そういう使い方をすることもあります。はい。何の話。チクリンチは大体通らないということが分かりました。うまい相手には通らないです。ワンドは強すぎる。こいつらもう何もコメントすることはない。お前らは強すぎる。出禁にしてほしいです。
でしなくていいけどね。あとは風の鍵爪とダガーとかは特殊な使い方があって、フラッシュダガーなんかは15円するんで、相手に売りつけて、大体自分も相手もマイルの貝殻かハートの貝殻持ってるんで、回復されないのなんて、せいぜい2割3割ぐらいなんで、この辺をね、相手にわざと売りつけて、で、ダメージもらって回復できる。フラッシュダガーは先行の指輪と比べて、めちゃくちゃでかい違いがあって、天皇の指輪ですね、ごめんなさい。天皇の指輪はダメージを受けて、相手が相手のターンに殴ってきてダメージを受けて発動して相手に先行入れる。つまり相手のターン終了時に相手は先行入ったままなんで、次のターン自分のターンで先行入ってる相手を一旦好きに調理していくことができるんで、絶対先行が入った状態の相手を相手にできる。日本語難しい。なんですけど、大体ニュアンスは伝わるかな。ただ、フラッシュダガーは自分のターンに殴って次相手のターンなんで、要は相手が回復できるターンが一旦あるんですよね。それが弱い。フラッシュダガーがもし天皇の指輪と同じ仕様だったら化け物レベルに強いんでしゃあないんですけど、そういうトリックプレイを使ったりウル素材にしたりとかすることも多いです。風の鍵爪とかも相手が天国層を自がけしてきた時とかにっちゃりプレイしたい時とかに、例えば切り鉄砲から入れて相手がスマイルの貝殻使ってからちゃんと風の鍵爪入れ直すみたいなこともできるんで、使いどころを見極めて使っていくみたいなことも多いですね。夢の小槌は強すぎます。お前は下手したらバンドの10分の6ぐらいの強さがある。初手に入れられたらもう夢状態がね、最初に言った通り本当に強いんで、90% ぐらいの確率で夢の小槌通るんで、こいつは強すぎますね。攻撃力3にナーフしてもいいんじゃないかレベルで強いです。闇属性とかとセットで持たれてたらもうオワコンです。闇属性はよくどこで打てばいいですかっていうのがあるんですけど、そこまで意識しなくても使うときは適当に打ってても結構通るんで、守備さえしっかりしてたら冷凍2200とかは全然余裕でいけるかなと思います。ちなみにキラーフォークとメイヤでね、メイヤの方が5円高いんで、メイヤは売る素材としてもかなり優秀だったりします。死神のカーマー強すぎ問題。こいつは強いというか、意図的に公式が強くしてるみたいなニュアンスのことを喋ってたんで、強いのは当たり前なんですけど、何が強いかって、ウル20が強すぎるんだよ。最後釜で締められたりとかね、もう残しておいて損はないみたいな、超強い。とりあえず何人でも使えるんで、死神の釜、ワンチャンありますしね、夢状態&先行状態の相手とかに、もうめちゃくちゃな運ゲー押し付けたりとかできるんで、めちゃくちゃ強いですね。ダイヤモンドソードは25円売りが超強い。こいつプラススーパーミラーで好きなように2チャることができる。もう2チャリハッピーセットなんで、ちょっとダイヤモンドソードとかも強いですね。どっちが強いかって言われたら、さすがに鎌かな。でも結構いい勝負すると思います。こっちもね、鎌の8割ぐらいの性能はあるんじゃないかな。危ない記念はよくどこで使ったらいいですかって言われるんですけど、基本的には劣勢で使うときは多いですね。どうしようもないとき。例えばこっちの体力もあと7とかで、相手の体力28ぐらいあるときに、これ使ったらほとんどね、相手がカーテンとか持ってない限りは 50%、つまりポイントスに持ち込むことができるんですね。圧倒的不利な状況から。相手がスーパーミラーと虹のカーテン以外だったら、ほぼほぼ通るんで、相手がね、危ないウス持ってる確率も100ターンぐらいいったら 6% ぐらいあったかな。意外とワンチャン作るっていう、そのワンチャンコイントスにできるっていうところがめちゃくちゃ強い。使い方はね、しっかりある程度強くなってくると覚えた方がいいカードかなと思いますね。この辺は特に解説することはないかな。当たれば強いですし、当たらなかったら弱いですし、魔人の木馬は意外と売る15円なんで、相手に売って攻撃力とか命中不安ですし、大したことないんで、相手に使わせて、15円丸々得することができるみたいな使い方もよくありますね。これは結構よくします。で、ショートエミは最近は評価をかなり落としつつありますね。もちろんイライラするんですよ。負けたらイライラしますし、常に負けそうな時に引き分けにできる筋は追っていくべきなんですけど、ショートエミを手厚く扱って立ち回っていくっていうのは僕はもう最近はしないようにしてます。相手のショートエミケアとかは結構多めに切って勝率を上げる方が総合的な期待値、お得度は高いんじゃないかなっていうので、ショートエミは最近ちょっと僕の中では評価を若干落としてますね。特殊な効果であることは間違いないんですけど、逆に乱闘の時はもう意味わからんぐらい強いんで、多分僕が友達とその飲み会でやってたりとかしたら闇属性で自殺してショートエミばらまくみたいな、そういう気違いプレイングをしたりするかもしれないんで、やってみてください。ゴッドフィールドボットが言ってましたって言わないようにね、プレイを。武器だけでこれ何分、もう40分ぐらい来ようとしてるんですけど、防具はね、ちょっとコメントするところそんなにないんで。で、鬼のコテとかはどっちで、攻めか守りどっちで使った方がいいですかってよく聞かれるんですけど、攻めに使うときはね、ポイントで使った方がいいです。攻撃って必ずしも通らないんで、基本的には相手の防具で軽減されたり、防がれたりしてしまうことが多いんで、保存しておくメリットは僕らが思ってるより高いかもしれませんね。ノコブンブンと合わせたり、ワンドと合わせたり、オーラと合わせたり、新キロ2枚使いと合わせたりみたいな使い方がしやすいんで、最近は結構プラス系のカードは意図的になるべく引っ張る手札に残しておくことプレイングをちょっと試したりします。意外とそういうプレイングの可能性もあるかなと思って。で、精霊系はね、防具が強いんだよな。保存しておけるからね。
自分が奇跡引くまでもうネバーギブアップで粘り倒してしっかりドローしてから氷河期ぶち込んだり滝ぶち込んだり、あとは2枚ドローできるっていうのも強いですね。弾くは相手の吸収とかをほぼ 100% 無効化得なことしかないんで、さっきの弾くの説明を参照してください。ただ闇属性にはめっぽい弱いです。それもそういう風に意図的に作ったって書いてありました。言ってました。だから文句言うなら宮司さんに言ってください。僕に言われても困ります。美しいガラス細工はこれもさっき言ったみたいに相手のウル15警戒の上からさらにプランを狂わせれるっていうのが超強いですね。あとは最終的にその最終兵器、最終防具みたいな感じで使えるのも強いです。ただこの辺の精霊とか美しいガラス細工って最後に出てくるんで、要はこれ出てきたら相手の防具大体ないんですよね。なんで闇属性の差し込み時とかぶっ込み時っていうのは大体その辺かなと思います。こいつ切るぐらいだったら反射剣とかランダム剣そこそこそんな強くない攻撃でも使うじゃないですか。なんでこの辺のカードとかはその相手の防具切れたサインみたいな感じで把握しておくと大体うまくいきます。考えてみたら当たり前なんですけどね。当たり前なんですけど、そういう知識をちゃんと分かりやすい形で頭に留めておくっていうのが15秒しかない持ち時間でいかにうまいプレイングをできるか、プレイでほぼ 100% そういう知識を活かせるかどうかっていうその精度に関わってくるんで、頭にしっかり入れ直しておくといいかもしれない。カゲロウの鎧、これは非常に上級者向けの話になってくるんですけど、カゲロウの鎧があるっていうのをね、頭に入れといた方がいいんですよね。水属性より火属性の方がなんか知らんけど防具強いんですよね。なんか知らんけどその防御力がめちゃくちゃ強いことが多くて、奇跡で言うとその火属性はね安定して通りやすいんですけど、滝とかなんか雪崩とかこの辺で防がれちゃったりすることあるんで、ちょっと滝打つときはこの辺のカゲロウの鎧とかの可能性まで頭に入れておきたいですね。エンゼルのコテのこの部分がね目だと思ってて、なんかラッキーみたいなポケモンの可愛いじゃんと思ってたんですけど、全然違いました。シワでした。どうでもいいんですけど、髪の盾も超強いですね。もうほぼほぼ最近は売るにしか使ってないんだけど、上から30円売りみたいな。あとはミラーとのセットは凶悪すぎると話題になってるんですけど、基本的には強い。30円丸々ボロ儲けみたいな。転売最高。現実世界で僕はやってないんですけど、それでも僕はやってないんですけど、やってても多分やってないっていうから、あんまり信用しすぎない方がいいんですけど、やってないです。指輪はね、強いやつだけ押さえといたらいいですよ。水星とか木星とかはあんまり考えずに使ってもいいかも。でもこれはよくやってるね。火星の指輪と冥王の指輪は、この火星冥王って使っちゃうと、最初の火星の指輪が命中不安になっちゃうんで、先に冥王の指輪から入れて、最後火星の指輪を入れたら、その火星の指輪の方が確定ヒットになるんで、デフォルトだとね、火星の方が先に並んでるんで、右利きの人は意識しておくといいかなと思います。で、土星とか金星とかですね、この辺のカードをどう使うかっていうのは結構難しい。土星とかあっても意外と負けることが多いっていうのはもう、上級者のね、ランカーの方であれば、うすうす気づいてることだと思うんですけど、ミラーとか土星があっても、せいぜい勝てる確率ってよくて8割ぐらいなんですよね。相手が上手くなってくると7割ぐらいしか勝てない時もある。なんでいかにその精度を上げていけるか、いかにいいタイミングで使えるか、いかに相手の通常攻撃を誘えるかっていうところまで理解してないと、結構この辺はプラスアルファで精度を上げていく、なるべく勝ちを拾えるようにどう立ち回っていくか。逆に相手に土星とかスーパーミラーがあっても、要は4試合に1回ぐらいは拾わないといけないってことですね。なるべくミラーを、相手ミラーあるかもしれんなとか、相手土星とか金星とか海洋あるかもしれんなっていう、そのさっきの反射剣とかの話でもしたんですけど、かもしれない運転はしといた方がいいです。虹のカーテン、僕好きカードランキング、トップ5ぐらいに入ってくるかな。大好きです。闇属性キャラに残しておいてもいいですし、何にでも使える。土星とかをね、確定発動させれるんで、昔あげた団子三兄弟っていう動画で、ひどい相手が滝打ってきて、虹のカーテン土星で無理やり引き分けにするっていう気違いみたいな動画があったんですけど、さあ雑貨に行きますか。この辺のね、初手の切り順とかは今でも僕結構悩んでます。奇跡と雑貨が両方あった時に、例えばロマンスの香木から行くのか火の玉から行くのか、一流の奇跡は僕はもう真っ先に夜空のほうきの次ぐらいに使うようにしてますね。火の玉、闇が難しいんだけど、闇は置いといて火の玉、氷、大木、岩。一列目はどれも最初に使うかな。あと有名も比較的ある程度優先して入れることが多いですね。最初に入れる方が得なんで。ただプラス15系はこいつらはなるべく先に使った方がいいですね。雫とかもかなり先に使った方がいいですね。この辺は弱い奇跡よりも先に使うことも多いです。奇跡入り次第すぐに発動できるかどうかで結構勝敗変わってきたりするんで、 MP の方が結構重点的に僕は使うことが多いですね。この辺は逆にもう相手に買われたらうざいんですけど、結構後回しにするかなって感じ。ただスマイルの花だけは自分の MP が10だったら使えない滝とかも15であれば使える。あとはこの辺の奇跡がさらに連発数が増えるんで、スマイルの花は多少優先して使うようにはしてますね。で貝殻とハートをね、この貝殻系はなかなか
欲しい時に来ないっていうのは人間のその意識の性質上仕方ないことであって、実際は高確率で来ててあんまり無駄遣いしないようにしたいですね。腹打ちとかもね結構テクニックとかではあるんですけど、スマイルの貝殻はいいとしてハートの貝殻の空打ちとかはなるべくやめた方がいいですね。ウル素材にもできて天国風、アゼレンダー、この辺のケアにもできていろいろ強いんで、あと相手の買う対策、手札にあるだけで相手の買う対策になるんで、スマイルの貝殻の空打ちとかはね結構有効になる場面も多いんで、よかったら僕の生放送見に来ていただいて、こんなところで使うのもありなんかみたいな、そういうのを見ていただければなと思います。がっつり宣伝していきたいと思います。この一列にねゴッドフィールドの全てが詰まっていると言っても過言ではないんですけど、壺は最近ハイパイ返し手札にあってもちょっと使うのを遅らせるのが多いですね。相手の属性攻撃とか弱い武器ができてから使うことでなるべく延命率を上げる。最近は僕につく守護神の生存率上がってきたと思います。もちろん相手から買われる可能性もあるんですが、相手に買われても最悪大丈夫なんで、大丈夫ではないけどね。ちょっと遅らせるようにはしてますね。ドキドキ涙は相手の体力が10以下になった時の締めとしてワンチャン使えるかなぐらいです。あとは、武器とかはね、今打ちたくないなっていう時に、一旦無駄行動ではないんですけど、余裕を持たせるみたいな。相手にパスして、相手に、はいどうぞみたいな感じですね。お茶濁しですね。お茶濁したいなんで、ちょうどお茶みたいな、パッケージしてるんで、もしゴッドフィールドのファンショップみたいなの出すときは、ドキドキ涙みたいな感じで緑茶出して600円ぐらい取ったら儲かるんじゃないかなと思います。力のコナは攻撃力プラス系のカードで、保存が効いて、なおかつウル素材にもできて、めっちゃ強なんで、結構こいつを使うタイミングは重要になってくるかなと。ぬいぐるみちゃんは相手からの買うに弱いんで、僕は早めに使うことが多いですね。奇跡来たら早めに使っていくみたいなのも裏目もあるんですけど、早めに使ってってもいいのかなっていう感じです。夜空の放棄はまず最初に使いましょう。こいつより先に優先するカードがあるケースはほとんどないですね。ほぼ 100%、98% ぐらいの確率で一番最優先されるべきカードです。理由はもちろんお分かりですね。はい。犯罪行為をみんなで楽しみましょう。最近ね、結構相手の石鹸持ちまでケアした方がいいのかなっていう、難しいんですよね。タクなんですよね。奇跡のところで喋ろうかなと思ってたんですけど、ここで喋ります。例えば2枚やって、火の玉固定した後に氷を固定するのかどうか。これって氷って相手に買われたら結構きついカードなんで、固定しておいて、ただ石鹸来たら一気にウォッチングベイビーになっちゃうんで、ちょっとその辺はこれから、研究課題というか要検討な部分ではありますね。私はもう石鹸のケアを切って2枚とも使うことが多いかなっていう感じではあります。紐は危ない記念みたいな使い方ですね。自分の体力がやばくなった時に、最後の超常現象で触れようと思うんですけど、やばくなった時に使う、プラスあとは膠着状態に使っても即死リスクはほぼほぼ少ないんで、特に手札にハートの貝殻とか、あとは虹のカーテンがある時なんかは運命の紐使いやすいですね。お互い体力、40とか50ぐらいの時にもうどんどん使っていってみたいな感じです。この辺は超常現象のところで触れたいと思います。お守り薄はね、こいつら夢状態の時に2分の1なんで、運命のロシアンルーレットなんですけど、お守りがある時の動きは結構上級者の方に向けて話すと相手に見られてるんでね、なんでここ MP30 残すんだみたいな、持ってそうだなって思われたら結構太陽のお守りを持ってるアドバンテージ、旨味が薄れてしまうんで、なるべくデータスの振り方だったり、もう両替ないを装っておいた方が、両替なしをね装って立ち回ったりとか、結構駆け引きのね肝になってきそうですね。危ない薄は特に話すことはないんですけど、焦って売らないようにね。もう危ない記念が入った時以外は売らなくてもいいんじゃないかな。大体飛んでこないんで。さあ奇跡は、火の玉が強すぎるっていう話はもうここでするまでもないんですかね。2コス2枚ドロー2ダメージとかいう、ぶっ壊れですね。ポケモンで言ったら原種サンダーぐらいの強さです。とりあえず入れとけば OK。とりあえず使っとけば OK。強すぎですね。多分制作者はそこまで意図してたかどうか微妙なんですけど、結果としてめちゃくちゃ強くなってるみたいな環境にぶっ刺さってます。で、氷もね、最近は僕の中でかなり評価が上がってますね。相手の奇跡ケアカードに対してめっぽう強い。相手をね、昇天させるまでのターン数がかかってしまうのは仕方ないんですけど、その分ドローもできて重要いです。手元に両替がなくてもとりあえず打っていっても大丈夫なカードなんで、2コスなのが強すぎますね。で、闇はね、やられた時は鬱陶しいんだけど、自分で使うとあんま強くないカードですよ。結構使いどころを見極めて、であと例えば返し手札にあったとしても最初から固定するべきなのか、この辺のドラゴンクローとかリアルゴーストソードとかで相手の防具を削ってから行った方がいいのか、僕はそっちの方が期待値高いと思ってるんですけど、現実それしてたらね、相手に抜かれて、上からなんか MP 回復されて連打されて負けたりとかすることも結構あるんで、この辺は自分の手札の枚数、防具の枚数
との相談になってきそうですね。ちょっと状況判断がかなり重要になってくるカードかなと思います。この辺は一緒です。連打してたら強い、連打してたら強い、連打してたら強い、連打しなくても強い。吸収がね、弱いっす。弱くはないけど、打たれたら理不尽なんだけど、カードパワーとしてはそこまで劣るかなっていう。そのワンチャンの捕まりやすさがね、スカイシールドとか、ブーツになすすべもなくコテンパンにされたりとか、あと乱気流が強すぎる。乱気流にボコボコにされたりとかすることもある。で10コスじゃなくてね、これが8点とかだったらもう多分天下取ってるかもしれない。流星も強いですけど、翔平 MP7 っていうのがバランス取れてていいかなと思います。強すぎるけど強すぎない。強いけど強すぎない。これね、闇属性ブースティングできたら最強カードになってたかもしれないです。滝がやばすぎる。滝がやばすぎる。もう、触れたくもないですよ。だって、冷静に考えてみてください。体力99の相手4発ですよ。意味わかんないでしょ。4発って MP48 もないよって、そんなん精霊2枚あったら24で4発撃ってますし。やばすぎでしょ、こいつ。やばすぎです。作った人は反省してください。風はさっき、スマイルの貝殻とか、災いのところで話したみたいに、釣られることもあるんで相手に。まあ、風で止めたりとかすることも多いです。その辺は駆け引きかな。天国風は、はい。ゴッドフィールド最強カードの一角として、認定します。今もしカードランキングを作るとしたら S に上げるかもしれない。S はやりすぎかな。でもトリプル A には入ってきますね。意味わからんぐらい強い。残念ながらね、最初にカードランキング作った時の、浅い駆け出しの、まだ研究の進んでいないゴッドフィールドボットでは、この強さをあまり見出すことができなかったんですが、強いです。だって天国病と両替手札にあるだけでほぼほぼ勝ちですからね。95% ぐらい勝ちなんで、弾かれた時のリスクも少ない。精霊系との相性もいい。終わりですね、この国は。霧とか夢とかは、最初に言ったみたいな、災いのところで話したみたいな、そういう使い方、注意点があるかなっていう感じですね。天候もそうですね。煙とか雪崩とかも、どっちかっていうと、そのダメージソースってよりかは、暗雲が入ってない相手に対しては、ちょっと手札のキープリソースみたいな感じで、手札の枠を増やしたり、ちょっと使いたくないカードをキープしたりっていう使い方が多いですかね。もちろん、暗雲が入ってれば、やりたい方でやってください。この2枚はね、意外と当たらないっていう、当たり前なんですよね。これだって2回振ったら、50% の確率でどっちか1回外れるんで、大体ね。なんで、こいつらも外れる可能性とかまで考えて、それでもワンチャンにかけざるを得ないのか。いや、まだ勝負に行く時じゃないのか。冷静に判断する必要があるんじゃないかなと思います。信用しすぎは危険。で、オーラは、もう何も話すことはないですね。何も話すことがないカードばっかりなのに話しまくってるんですけど、オーラが強すぎると話題になっている。ただ、この2枚ね、相手に壁がある時に限ってオーラ来る。みたいな、この2枚で睨み合いすることが非常にうまく仲良くしてください。蜃気楼くんは、2枚使ったら、2回攻撃できる人力の子分になるっていうのは、周知の事実だと思うんで、ちなみに僕は3枚使いまではしたことがあります、実践で。その時の動画もあるんで、ぜひ見てみてください。結構昔の動画なんですけど、よかったら見てみてください。サムネにこいつ3枚並んでます。で、乱気流はね、奇跡ワンチャン。持ってるだけでもう無限に勝ち筋できるんで、奇跡ケアカードってあんまり相手に持たれてる確率が少ないんで、防具と違って。なんで1枚あるだけで強いですね。で、泉と財宝は受けループですね。僕ポケモンやってないんですけど、ただ財宝の方が圧倒的に強いですね。理由は大きく分けて2つあって、まずは純粋に、こっちは1回使うごとにポイントプラス3なんですけど、こっちはプラス5っていうのは全然違いますね。なんか2しか違わないんですけど、5回振ったら10なんで、10違ったら、なんでしょう。太陽と冥王星ぐらい違うんで。あとは、財宝の方が、使った時にフルポイントが円なんですよね。豆知識ですけど、英語版だとドルになってます。そこは銭湯じゃないんかいって、そんな話を置いといて、円に振られるんで、相手からの売るにめちゃくちゃ強いんですよね。最初の1回使っちゃうだけでもうほぼほぼ相手の売る通らないみたいな。逆に泉はどこまで行っても体力なんで、例えば MP40 とか振って連打してる途中とかでも、どのタイミングでも相手からの売る攻撃を耐え忍ばないと、食らわないといけないんで、そこはちょっと弱いポイントなのかなと思いました。音色はもちろん相手の風連打にも強いんですけど、さっき言ったみたいに手札、キープリソース。手札のキープリソースに使うことが多いですね。歌ホエーはどっちかっていうと、キープリソースっていうよりかはもう相手のあらゆる天国風とかに対して包括的にケアができる最強カードなんですけど、こいつもダブル A 上げてもいいかもしれない。それぐらい強いですね。音色も A ぐらいあるんじゃないかな。僕は最近は音色の固定を早めに相手に変われないようにしてます。で、解放は基本的には精霊系がないときは使わない方が得ですね。精霊系がある、もしくはお互い財宝ループとか、お互いリソースめちゃくちゃあって膠着状態になってる時とかに守護神を呼ぶとめちゃくちゃ強いんですけど、この辺の記事書いたんで概要欄に載っけとくんで、あと大前提なんですけど、こいつら何回でも使えるんでね、もうそれだけでA 以上ありますよね。一回固定したら夜空の放棄の対象にならない、売るか夜空の放棄の対象にはならないけど、石鹸とあとは手札18枚になった時にはみ出た時に
溢れた時のその捨てる対象にはなりますので注意しましょう。で意外と悪魔について多分解説してる動画がないんで、この辺も入れておきたいですね。地味に出現率が若干違うのと、あとは悪魔は例えば小悪魔出てきてからその小悪魔の枠はもう一回ドローされるんで、おかわりがね。なんでもう週末の時に入ったらなるべく HP ガンブリにしてこいつらに耐えれるように、いたずらマンとかもあるんで、週末の時が何ターン目なのかっていうのを結構うまくターン管理というか意識して、それまでにある程度プランを組んでおくっていうのが、まあ乱闘でそこまで勝ちに行くこと、そこまで勝ちに行くことはないから、ちょっとガチリすぎかな。でも意識しておくと勝率上がりますね。あといたずらマンの対象になりますね、奇跡は。いたずらマンで盗まれます、奇跡は。固定してても。なんで諦めましょう。めぐみの妖精ちゃん可愛いよね。可愛いです。ぜひめぐみの妖精ちゃんのグッズかしてください。もしくはさせてください。守護神は壺だったらめちゃくちゃ強いけど、解放だと弱いっていう。言ったみたいに結構最近丁寧に扱うことが多いんで、この辺はその守護神のページとかを見ていろいろあれしてください。あとウィキの方でね、人気投票もまだ未だに根強くやってるんで、自分の好きな守護神に票を入れてあげてください。もう一つそうだな、ガチ勢目線っていうことでせっかくなんで言っとくと、この守護神の地球神と月神以外は固定で5種類行動があるんですけど、こいつらのその行動率っていうのは 30%、25%、20%、15%、10% で固定なんで、これは覚えておいても何かで使えるかもしれないですね。例えば相手に冥王神展開されてて、でもこっち HP も防具もキツキツの時に、この挙手のケアを切るかどうかって話なんですよね。なんで相手はもともと 25% の確率で動いて、で 25% の中の 10% なんで 2.5% なんですよね。なんでもう挙手のケアは切っちゃって、ここで HP を残そうに行って咳払いまでケアするみたいな、そういう風な使い方とかが一番多いかな。でこれずっと思ってるんだけど、この月神の表記は絶対変えた方がいいよ。月神のね、この月神は奇跡をランダムに選んで使うんで、解放使われて陰性神とか木星神出てきて発狂するみたいなことがあると思うんですけど、なんですけど、この物理攻撃もね、月神攻撃してくるんですよね。これの確率が大体何パーだったかな。それもウィキのデータベースの方、もう一歩細かい方に載せてるんで、見てみてほしいんですけど、この満月刀は単独で使うことはなくて、蜃気楼かオーラのどっちか使います。なんで、蜃気楼だったらタイマンでは10、オーラだったら20点。強いですよ。結構強いんで、ただ負け筋を生むこともあるんで、例えばこっちがね、炎とか氷連打してて、相手のせっかく防具を使わせないようにしてるのに、上からやられて、相手に防具全部切られて逆転されるみたいなこともあるんで、守護神を呼ぶときはその辺まで念頭に置いて、裏目守護神なんで、こいつらよく裏目るんで。地球神はね、僕両替で体力ゼロにされたこと 2,3 回ありますもん。守護神かっこわらみたいな、はい、合成してください。で最後に超常現象だけ触れて終わりましょうかね。超常現象は運命の紐で起こるんですけど、運命の紐の逆転率って大体4割ぐらいなんですよ。負けてる時に来て嬉しいのはブラックホール、巨大なたらいで、キノコ大発生、磁気嵐、手札全部シャッフルですね。なんで大体有利になるのは、そのブラックホール当たる確率とか考えたら4割から5割間ぐらい。金山とかもワンチャンはあるんですけど、ワンチャンで言ったら全部あるんですけどね。なんですけど、大体紐は半分弱ぐらいしかうまくいかないって考えておいたらいいかなと思います。この効果もね、全部ある程度覚えておいて、例えばそこそこ有利とか拮抗してる状態で自分にハートの貝殻だったりがないときはなるべく打たないとか、もし紐を打つんであればその前に両替して金山行く確率があるんで体力とか MP に振っておくとか、暖流もあるんでね、暖流読みは難しいんですけど、持ちポイントめちゃくちゃ余ってるとかだったら体力80にするんじゃなくて60とかにするみたいな。磁気嵐を読んでなるべくいいカードを先に使っておきたいなとか、体力は51以上にしておこうとか、できることであればその辺まで意識しておくといいかもしれません。一番多いのは相手が天国病の時に紐を使わないことですね。有益で上書きされちゃうんで、ここだけなんかその宮司さん的には大人数戦の時に演出が長くなっちゃうじゃないですか。全員天国病でパリンパリンパリンみたいになってたらっていう、そういうこだわりのせいか天国病であっても悪化せずに熱病に上書きされるっていう、これだけ特殊な仕様になってるんで、そこだけ押さえておかないと天国病の相手はね助けてしまうことになりかねないんで、意識しておいた方がいいかなと思いました。ということで今回は経典についてね結構ガチ解説させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。最初にもお話ししたんですけど、この動画良かったら高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。他にもね、こんなことが聞きたいよとか、これちょっと間違ってない、これどうなんっていう部分がありましたら、ぜひぜひコメント欄にご指摘、ご感想いただければコメント返させていただきますので、よろしくお願いします。ということで、ボットフィールドボットでした。長い間ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。